マシュアヤビデオ。サリュー、マッシュです。あやです。はい、皆さん、はい。この度はですね、フランスの可愛い雑貨に出会う宝探しのパリ暮らしということで、はい。マシュアヤビデオ初めての本が出版されました。パチパチパチ。はい、すでにね、4月1日に発売されまして、もう皆さんからね、買ったよとか、あとこの本屋さんにこうやって並んでたよとか言ってみんな送ってくださってて、本当にありがとうございます。本当ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しかったです。めちゃくちゃ嬉しかった。でね、まあそうこの本が発売される寸前、発売された時かなにライブ配信でもね、本についていろいろ語らせていただいたんですけども、今回は動画でね、もう一度書籍についていろいろお伝えしたいなと思って今回撮っております。中身とかもね、まだ買ってない方はね、どんな内容なのかちょっとチラ見せを今日もしながらお伝えしたいと思います。はい。いや、どういうことでこの本作ったのは、結構前にねお話をいただいてから、多分できるまでは半年から1年ぐらい。ほんまの最初声をかけていただいてからはもう2年近く経ってるんですけども、書籍に興味ありますかっていうのでお話をいただきまして、でパリのコーディネーターとかですね、いろんなことをされている方からのご紹介で編集の相馬さんって方につないでいただいて、でそこからですね角川さんにもつないでいただいて、そうですね、ご一緒に作らせていただいたって感じなんですけども、いやーもう本当にその時になんか私たちの YouTube をもちろん見てくださってて、で物の選び方にすごく個性があるというか、そういう風にね見つけてくださって、そこからあれよあれよとこういうコンセプトというかね、もう私たちが可愛いと思ったものをここに全部詰めようみたいな感じで作らせていただいたんですけど、マシュアヤビデオって実はね、もうなんだかんだ6年してるんですけども、そうですね。で6年間でね、いろんな Vlog 撮ったり海行ったりとか、あとその中でも人気の、飲みの市巡りを、定期的にアップさせていただいてるんですけど、その中でもそうさっき言った通り物にフォーカスした部分を6年間一つにまとめたみたいな感じになってます。6年間か6年もやってたんやっていうね。そうすごい、なんかあっという間の6年そうやったかなとは思うけど、でまたこのものだけにねチョイスしてるんで、ほんまに可愛いものだけばっかし撮らさせてもらえたんで、それがまたすごい見てるだけでも楽しいなっていう感じにはなったんですけど、中身は気になりますよね。ちなみに今回ね、なんとマッシュが言ったら撮った写真だけで構成されてると言っても過言ではない、動画からのね映像とかから切り抜いたものもあると思うんですけど、それ以外もねやっぱりこうコツコツ写真を撮ってきたので、それも全部こう珍しいと思うんですよね。中の写真が全部こう著者が撮ってる写真でまとめるっていうのが、それにプラスして、あやちゃんはイラストレーターしていますので、あやちゃんのイラスト、そして漫画が入ってるっていう感じなんで、で、僕ら軸の目線なんで、いわゆるアンティークとかヴィンテージに関する本ってちょっと歴史載ってたりとか、なんかブランド名がとか、なんかそういうのも多いかもしれないんですけど、もう全くそういうのは載ってなくて、本当に可愛いなって思う感覚で集めてきたものたちになってるので、ちょっとねなんかヴィンテージとかアンティークに興味ありますねんっていう初心者の方もすごい楽しめる本になってると思ってます。じゃあ早速ちょっと中をね見ていきましょう。で、中はね、チャプター5つに分かれてまして、まず1つ目がパリの飲みの市とヴィンテージショップを紹介してます。今までマシュアヤビデオでいろんなパリの飲みの市を行ってきたんですけど、その中でもねすげえ心に残ってたりとか、ここ良かったなみたいなところを、3つ抜粋しております。4つでアンティークショップはもう1つあって、それはもう僕たちの大好きな RXS のお二人のお店を紹介させてもらってますね。だからパリの飲みの市の雰囲気とかもすごい見えてて、めっちゃいいなと思います。最近ね YouTube でこちらで紹介してたパリの飲みの市をこうギュッと一本の動画にして出したりしてるんで、確かに動画とこの本を同時でこう楽しめるようになってます。それと一緒に楽しみましたって方もいたんで、最高。よかったです。で、次がチャプター2になるんですけど、その前に
あやちゃんが今回ね、イラストをたくさん描きまして、はい、例えばパリの飲みの市の、紹介をしている地図、パリの地図とか、あと表紙のエッフェル塔とか、あとは、飲みの市を巡る際の注意点っていうイラストを描いたりもしておりますね。なんかまあ注意点なんですけどこうパートが6つかな、6つか7つあって、で寒い時にはこうしたらいいよとかね、7つやね、その7つあるやんな、挨拶は絶対した方がいいよとか、これはマッシュアヤならではだと思うんですよ。こう全国共通ではなく私たちが気をつけてることなのでそのなんかね、これを読んだ知り合いが、確かにこうしたらいいんやみたいな感じでこう、新たな気づきを得てたのでまあ誰かのためになるんかなっていう感じには思ってますが、はい、ちょっと一つだけね書き忘れたやつがあって、トイレ問題、お手洗いってどこにあんのって多分みんな分かんないと思うんですけど、お手洗いはカフェに入って私たちは基本済ますんですけど、それもちょっと入れといてよかったなって今更ながら注意点の一つでございますので、皆さんの心のイラストに追加しておいてください。はい、でチャプター2は、ルームツアーをしております。はい、ルームツアーはね、ルームツアー動画でもね私ルームツアーをしてるんで、あれを見ていただくと雰囲気がわかると思うんですけど、さらにねこうアイテムをどんな風にして選んでるかとか、あとどんな風に使ってるかとか、そしてマッシュチョイス、あやチョイスのアイテムコレクションとかも紹介しています。はい、でチャプター3がですね、わざわざ足を運びたいフランス地方都市の飲みの市っていうことで、パリだけじゃなくてマジでもうフランスの地方の飲みの市めちゃめちゃ良くて、良いですね。もう見てる方は知ってると思いますが、もうそれをねまた4つチョイスさせてもらってます。ちょっとここでねラボンドゥの海辺の町の飲みの市ってこんなとこ誰も行かないやろっていうところに今行ってるからいやほんまにそれ特殊ですね。かなりマニアックにはなってるんですけど、だからここ行ったらいいよっていう意味じゃなくて、すごい雰囲気が良かったし、こういう雰囲気を楽しめますよっていう意味合いも含まれています。なのでパリもそうやし地方のとこもそうやけど、定期開催ではなくて不定期開催の飲みの市になっているので、皆さんも不定期の飲みの市を見つけてみて、こう行ってみるとすごい不思議な面白い出会いがあるかもっていう感じですね。でもこうね初心者にはちょっとハードルが高いと思うんですよ。だからこう本とかで事前にねどんな感じかを知れたら、心強いのかなっていう気持ちも込めていろいろね載せました。で次、チャプター4が、僕らめっちゃ気に入ってるページで、アーティストからコレクターまでヴィンテージ雑貨でつながる人々ということで、私たちの好きな古いものたちを軸にですね、それをこうアップサイクルしているアーティストだったり、活動してるって感じかな。はい、以前紹介したねアーノルドっていうアーティストがいるんですけども、彼の、紹介ページ、で彼とはねそう出会った瞬間のお話とか、そういうのも書かせていただいております。はい、あと他に、丸尾ヴィンテージの丸尾さんと、あと僕たちの飲みの市よく一緒に連れてってくれる、ナミさん、そしてコレクターのてるきさんの4人を紹介させていただいてますね。で、チャプター5がですね、マシュアの買い付け品を購入できる販売会を行いましたっていうタイトルなんですけど、いわゆる僕らの今までの販売会がどんなんやったかとか、あとどんなアイテムを作ってみたとか、そういうのをちょっとまとめさせてもらってます。でこのチャプターには含まれてないんですけど、あやちゃんの気に入ってるページがあって、そう私たちねこの本を作る時に、その編集者の方が、お二人の普段着てるお洋服とかもちょっと気になるから載せませんかみたいな言って、そうなんやみたいなじゃあじゃあ載せましょうかみたいな感じで、確かにヴィンテージやしね全部古着やから古着やったみたいな古着のお洋服をね結構買ったりしてるんで、でマッシュのプリントシャツそうですね、と私のワンピースのページをね4ページ作っていただいたんですけど、結構これがなんかこう別の切り口でみんなになんかちょっと楽しんでもらえて、見た人とかにね感想をいっぱいもらえるんですけど、私たちもあえてこのお洋服だけを撮った
切り抜きみたいなのをね、1ページにまとめられるとめっちゃ可愛いなってなりました。可愛いです。結構カラフルやんな、うちらお洋服ね。意外とね、そういえばそうやった。服の好みも結構変わってきてるんで、これが記録に残るのもすごい嬉しいなと思って、もうおすすめのページです。あとは、その5ページですね。5ページはチャプター5にある買い付け日誌ってね、漫画を書いたんですけど、これも多分ね本当に飲みの市行ったことある人にあるあるみたいなこともちょっと入ってるんじゃないかなと思うんですけど、それもねぜひね、見てくださったらより飲みの市のね情報が直感的に分かるんじゃないかみたいな風に思います。あとね、マッシュの気に入っているのはやっぱりこのアグレストにケーキを置いているこのページですね。この使っているところを想像できることってことで、僕らがどういう感じで、食器を選んでいるのかっていうのをちょっと語らせてもらってるページがあって、そこでね実際にこれどう使おうかなみたいなのを結構想像して買うんですけど、それをまさにどんなイメージをしてるのかって言ったらこんなイメージなんですけど、試合の脳内をねちょっと作ってみてる感じで、これでねこれ以上ねもうさらに気に入ってるページいっぱいあるんですけども、語り出すとね全部のページを見せちゃいそうなのでこれぐらいにしとこうかなとは思うんですけども、こういうのがいろいろ載っている本になってますので、ぜひよかったらねちょっと立ち読みでもいいんで多分ちらっと見てもらえたら雰囲気伝わるんじゃないかなと思ってます。なんか結構、そのもののことについて2人で語ってるとかで文章も一応ね、しっかり書いてるんですけど、最後にはね私たちのちょっと価値観というか、こうフランス飲みの市とかアンティークヴィンテージだけじゃなくて、生活に関しての価値観みたいな感じでね、ちょっとライフスタイル寄りのことも書いてたりお話ししておりますするんで、なんかそういうのもねなんていうんですか、皆さんの日々のこう足しになればと思い参考になれば書いてますので、このなんで宝探しって言ってるのかっていうそのポイント、伏線回収最後にしてるんで伏線回収してみてください。あとちょっと皆さんにお願いがあるんですけども、Amazon で購入された方以外でもですね、書店で購入した方もですね Amazon のレビューにレビューが書けるそうなので、ちょっとでもよかったなと思う方はですねレビュー残していただけるとめっちゃ嬉しいです。でもうすでにね、結構それを前も何回か言わせていただいて、書いてくださった方がいたんでちょっとだけ読み上げさせていただきたいなと思います。 Amazon レビューやっぱねレビューがめっちゃ嬉しいよね。っていうかねもうほんまに、優しい優しすぎる。あとなんかレビューで、気に入ってくれたところがよく分かったんで、ちょっと共感してもらったり、内容を紹介できる部分もあるんでちょっといくつか抜粋させていただきますね。コニンプーさん。コニンプーさん。パリに行きたくなる。美しい街並みにヴィンテージがとても映えています。筆者の、写真がまたとても素敵です。挿絵もすごく可愛くて心地よい。めっちゃ褒めてくれてる。飲みの市を巡る旅にパリ、フランスで出かけたくなるワクワクな本な一冊です。うわありがとうございます。なんか今バーで喋って内容よりこれ読んどいた方が早かった気がするな。確かにもう喋らんでよかったかもしれないじゃあ私も一つご紹介しますね。プープルさん、すでに新刊に期待。ありがとうございます。もうお二人らしい内容、センスの良さにあふれた良著です。フランス、パリ、アンティーク、雑貨好きとして、また写真が主の眺める系の本かと思いきや、文章も充実していて、本好きとしても読み応えのある5本でした。5本でしたって書いてはる。めちゃくちゃ上品な。いやプーブルさんありがとうございます。いや嬉しいですね。こうもつけてくれてる。優しい。全部読みたいな。ほんまや素敵な宝石箱や。ショコランさん、と言わんばかりのマッシュあやさんの素敵すぎる本でした。22歳の娘とアンティークやあやさんの洋服、漫画絵までも可愛い可愛いと楽しんでいます。来年娘とフランスの飲みの市に行けたらこの本を持参していきます。これほど嬉しいことはない。めっちゃ嬉しい。
あともう一つだけ、マミンカマリさん、はい、気取らない2人のパリ生活と可愛くてワクワクする雑貨に釘付けです。すごい。可愛いワクワクする雑貨が大好きなので、お二人が出かけて集めているものに心を奪われます。大量生産ではない、しかもいろんな時代といろんな人の手を渡ってお二人のところへ来たのを想像するだけでも、私にとっては疑似体験。YouTube で時々登場する甘いお菓子も興味津々なのでそのページがあったのも嬉しいです。気取らないお二人のパリ生活が何と言っても大好き。この本を手元に置いて、一時でも心をパリに。大満足の一冊です。続編が出てくれるのを期待しています。続編ありがとうございます。こんなにたくさん書かなくても大丈夫なんでそんな書かなあかんのレビューみたいになっちゃったら申し訳ないんで、もっと楽しかったとかよかったとかでもいいです。でぜひレビューをね、たくさんいただけると、また今後僕らの活動にもプラスになるかなと思うし、皆さんにもお届けできるかなと思うので、よかったらぜひ書いてみてください。そうですね、なんかこのレビューを見て皆さんがどういうとこを面白く思ってくれたんかとかが分かるので、なんかそれにね、なんか通じた行動がまたできるなっていう成長していきたい、成長していきたい、うちらは成長していきたいということではい、今ちょっと日本の人向けにお話しさせていただきましたが、日本語以外の、また日本以外にお住まいの方の皆様ですね、英語版とかフランス語版とかはちょっと今回は発刊できなかったので、であと海外でもね、一応台湾とかやったかな、海外でも販売してますかっていうのでそれはお願いしてるんですけど、日本の書籍を扱っているところが海外の書店さんでこれ取り寄せるかどうかっていうところやと思うんで、手に入るかわからないんですけども、日本の Amazon を登録して、ご自身のね国に発送できるかどうかっていうのを見たら、例えば僕らやったらフランスから日本の、Amazon 行きましたら、フランスへ発送っていうマークがあって、いくらとか出るんで、もしかしたらそういうので取り寄せできるかもしれないので、よかったらそれで取り寄せしていただけたら嬉しいです。ただ全部日本語になってるんで、Google 翻訳とともに見ることになっちゃうかもしれないんですけども、もしよかったら、そう特にね、文字が日本語なんで縦書きなんですよね。それも多分皆さんからしたらちょっとびっくりかもしれないんですけども、そんな感じになっております。最後になりましたが、本当にね今回その本を出させていただいて、めちゃくちゃ嬉しかったのと、なんかやっぱり私たちの活動っていうのは動画とかでしか、出してないかったので、文章に残るっていうのもすごい思い出深いようなものだったんで、さっきね続編って言っていただいたんで6年で1冊やったから、ちょっと6年後ぐらいにもう1冊出るかなみたいな感じぐらいに思っていただいたらいいかなと思います。改めましてね、このきっかけをくださった横島さんって方なんですけど、横島さん、そして編集してくださった相馬さん、そして企画からですね、お付き合いいただき発刊までしてくださった角川の皆様、本当にありがとうございます。でレビューしてくださった皆さん、いつも応援してくださってる皆さんも本当にありがとうございます。もう本当にそのおかげで出せたと言っても過言ではないので、一回ねちょっと興味がある人は手に取ってみて、ぜひちょっとフランスっぽい生活といいますか、そのアンティークとかのねことを少しでも知っていただけたらいいなと思います。僕たちにとっても宝物みたいな本になったので、すごい人生のなんか今うまいこと言ったみたいになっちゃって、ちょっと逆に恥ずかしかったけど皆さんにとっても宝物になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ清き一票をお家の本棚に一つみたいな、お家に一台みたいなことこれがあるだけでおしゃれなお部屋ってなるかもしれないので、よかったら手に取っていただけたらなと思います。あとですね、最近もねまたね、飲みの市に行ったりしてきて、飲みの市行きました。ちょっとまた動画にはするんですけど、なんかこの前行ってきてね、飲みの市ではこういうのもゲットしておりますし、こういうのとかもゲットしました。またねがっつり買い付け動画も撮ってますんで、次回かその次回かに見せれたらなと思っております。
はいっていう感じで、今回はねちょっとこのトークスタイルの久々の動画となりましたが、引き続きマシャイビデオよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。オーバーアビアント。宝物宝探しのじゃなくて宝物だよな。ではでは、はい、飛んでたよ、買ったよメッセージ待ってます。